野下優香です。今日はね、じゃーん、今日はですね、そうめんを5種類の食べ方したいと思います。今日はですね、島原そうめんとイボの糸があります。いや、イボの糸めっちゃうまいですよね。この島原そうめんは私がね、Amazon でちょっと安く箱買いしました。材料はですね、パクチー、藤子、もやし、おネギ、キムチ、ささみ、卵、唐辛子、すりごま、豆乳。これ美味しいですよね。稲葉のチキンカレー、ツナがあります。そうめんの食べ方にちょっと飽きてる方も今日の動画を見てよかったらやってみてもらうと嬉しいです。じゃあ作りたいと思います。1つ目は豆乳ごまだれを作ります。豆乳、すりごま、めんつゆ、この辺はね全部目分量でお好みで作ったらいいと思います。ラー油、完成です。グリーンカレーつけ麺。いい匂いがします。私グリーンカレーも最近好きなんですよね。豆乳、お醤油、オリーブオイル、すごいちゃんと葉っぱも入ってる。3つ目は欧風そうめん。ささみを一口大に切ります。塩と胡椒をまぶして5分くらい置いておきます。沸騰したお湯にお酒、鶏ガラスープの素、生姜、ここでさっきの鶏肉を茹でます。茹でたら取り出して美味しそうです。で、もやし。茹でたらもやしも取り出します。出汁がよく出てそう。この茹で汁にナンプラー。メールが鳴き声です。これはメール塩、胡椒。これでスープの完成です。そうめんコングクス。コングクスっていうのは韓国のラーメンですね。まずはきゅうりを千切り。豆乳、めんつゆ、ゆで卵を縦半分。スープに茹で上がった麺とこちらをトッピングしたら完成ですね。次でラストですね。5個目はツナと塩昆布のそうめんです。ツナ、塩昆布、めんつゆ、ごま油、いりごま。いよいよそうめんを茹でます。島原そうめんの方が茹で時間長いので先に入れます。次はイボの糸を茹でます。今日は島原そうめん vs イボの糸です。食べ比べしたいと思います。じゃん、完成です。グリーンカレーそうめん、コングクスそうめん、ツナと塩昆布そうめん、豆乳ごまだれそうめん、フォー風そうめんです。ここにね、カンペがあるんですよ。うわー、今日はいっぱい種類があって嬉しい。そうめんはね、オーソドックスにめんつゆで食べるのも美味しいけど、アレンジしたやつも美味しいよね。でもちょっと普通の食べ方もまずしてみようかな。では結局今日は6種類ですね。めんつゆとわさびをね、用意しました。いただきまーす。めんつゆにわさびを溶かします。めんつゆとわさびもめっちゃ美味しいよね、そうめんって。わさびがさ、溶けきらんでからさ、よく見せる。じゃあちょっとイボの糸からオーソドックスなコールを食べたいですね。こっちがイボの糸で、こっちが島原そうめん。ちょっとイボの糸の方が細いね。乾杯。飲まんけどね、さすがに。美味しい。そうめんって本当に美味しいよね。このめんつゆのやつとかさ、マジ手軽やけどさ、いいよね。
私そうめんの好きなところがさ、茹で時間が短いところ。まずはグリーンカレーそうめん。これ5種類もあるから、これ麺足りるか？美味しそう。匂いがめっちゃいい。美味しい。結構でもさ、稲葉のグリーンカレーさ、辛いね。うまい。このさ、エプロンさ、韓国でさ、カニを食べた時にさ、用意してくれたエプロン。で、店員さんにさ、これもらえますかって言ったら、くれた。あ、でも、辛いと思ったけどさ、そうめん入れるとさ、だんだん薄まるけど、これぐらいがちょうどいいか。私さ、夏風邪をひいて、実はさ、熱がさ、38度6分ぐらい出たんやけど、実はね、大阪からさ、家に帰ったその日の夜、熱があって、うわーと思って、でもこれは風邪じゃない、風邪じゃない。私はきっとなんか興奮して熱が上がってるんだと思い込んでたら、今日はもう下がりました。でも喉がね、後から痛くなってきた。私は風邪に負けないですよ。でもさ、私さ、普段薬を飲まんのあんまりね、よっぽどでなければ、たまになんかさ、むっちゃ効く。今回はね、飲んだらもうたちまち良くなった。本当に寒気と頭痛がね、ひどかった。熱が最初1日目出た時は。あったかいお茶をたっぷり飲んで、なんか緑茶って確か良かったようなようですね。良くないかもしれんけど。ような気がする。カテキンがなんか風邪に効いた気がするね。で、あと葛根湯やね。これで、あと風邪薬か。ストーナーなんとかっていうやつ。これでね、もう風邪はね、すぐぶっ飛ばせるよ。ちょっと寒くなってきた。冷房もね、入れてなくて、暖房実は入れとるんだけどさ、暖房もさ、部屋の温度がさ、あったかいけさ、30度にしたけど全然効かんわ。見て、見える鳥肌。ちょっと上着を長袖にした、やっぱり。いやー、こんなに厚切れそうめん食べて意味がわからないですね。僕 YouTuber の根性を見せたんねん。風なんかに負けないぞ。次はコングクス。これもっと上がってきとるんかな、でも。こんなに寒って。きゅうりってさ、意外と消化悪くない？私さ、最近消化悪いな、きゅうり。あれかな、老化やけ。老化しとけ。こんな野菜で消化悪いんや。キムチ、卵。じゃん、完成です。あ、これは結構優しい味やね。もっとめんつゆ入れたいもよかったかな。美味しい。キムチとかをちょっと溶かそうかな、スープに。あ、キムチと食べるとめっちゃ美味しい。はい、ここでやっぱり登場しました。韓国のり。はい、美味しい。ごまのいい香りがする。熱くないのにふーってしちゃう。やっぱちょっと薄いかな。そうめんを入れるけ薄まるね、スープがさらに。ゆで卵。あ、そうや、島原そうめんも食べるんやって一緒に。もう、喉めっちゃやばくなってきて。しばらく置いとるから、断面を水に浸します。
こっちで美味しい。でツナと塩昆布の混ぜそうめん。塩昆布美味しいよね。私業務用で買ってしまった塩昆布調のやつ。ツナと塩昆布合う。めっちゃ美味しい。またふってやった。やっぱり白湯にしました。白湯は優しいね。熱が上がってきたかな。みんなそうめんって風邪に良くないって言った。でも乳麺とかはさ食べたりするよね。そうめんは体が冷えるもんね。ちょっと寒気するときに食べちゃいけんかったわ。でも私なんか声がかれた時さ、いつも以上に喋ってしまうってなんか面白くて、自分の声がね、ペレペレペレペルがね、キョロキョロした。私のいつもの声じゃなきゃ、何誰って思っとるんかな。めっちゃくちゃ暑いのに全然暑くない。まだもう締め切って、さっき暖房つけとったけど今はエアコンも詰めて暑くなってきた。逆に暑いんだけど、もうわがままボディ。いや撮影の前にさ薬飲んだよ私。朝普通に2錠飲む量飲んでさ、さっきね食べる前1錠飲んだよね。効いてきたんかな薬は。ただ暑いんかな。エアコンも大迷惑や。暑いって寒いって言ったり。私はさ、最近ダイエットしとるじゃん。でね、焼き梅干しを毎日食べる。全然別にしてないんやけど、なんか痩せるらしいよ。バニリンっていうやつが梅干しを焼くと出てくるんって。本当は詳しい情報ちゃんと調べてほしいんやけど、私月焼き場やからあれにね脂肪燃焼効果があるんやって。私はさもうレンジでもさいいんよ。夜間でも。夜間ちょっと大変やん。でレンジでさ、私はこの梅干しを1分30秒ぐらいチンしてラップせんといけんのよね。そうせんと種が爆発する時あるけ。中のさ天神さんまき私読んどったんやけど、実際なんて言うんやろね、あれ梅の実あれが爆発する。怖い。私1回爆発させた。でそこにね冷たい麦茶とか冷たい水もさ入れるときあるね。麦茶なかったらそれを入れて水と一緒にその梅をいただく。冬はあったかくして飲むけどね、夏は暑いけない。忘れとった。これにはおネギが合うんやった。おネギ大好き。風邪にもいい。やっぱり私はね食べて直さないと。ほんと色が綺麗になった。さっきちょっと色はちょっと地味だったもん。味は美味しかったけど。美味しい。次は豆乳ごまだれ。そう、ラー油をちょっと入れすぎたね。ラー油ってさ、ほんとちょっとでもさ、結構辛いよね。そうめんと食べると辛くない。辛い。後から来るラー油の辛さ。ごまだれと豆乳の風味がいいね。ラー油がちょっとプリッと味を締めても辛い。でもこういうの食べなきゃいけないよ。ここにもおネギ入れよう。合うやろ。フォーフーそうめん。まずは麺を入れます。鶏ささみ。ささみ美味しいよね。パクチーのネギ。これ一番好きかも。でやっぱナンプラーなんよね。たっぷりナンプラー入れた時めっちゃナンプラーの味する。鶏肉もやっぱり自分で調理したやつの方が美味しい。
ここに入れよう、カルボックスの具を。今日はね、そうめんね、37束食べとる。すごい中途半端な数字。私が最初さ、島原そうめんを食べ残しとってそれを食べたけど、ちゃうわ、31束。もう脳みそも回らんわ。脳みそも回らんわい。でもそんな日もあるわい。たまには風邪もひかんとね。デトックス、デトックス。でさ、あったかいお茶とかさ、そういうものやないんだけど、大好きなんよね。最近はさ、あったかいお茶を4回お湯を入れてさ、飲んどる。最初60度、70度、80度、90度で飲んで、なんか本で読んだんやけど、千利休さんがさ、この飲み方をしとったらしくって、最後になってくるとさ、もうさ、味がさ、ない感じやって。単味って言うんやって、それ。今最近のお茶はさ、よく出るから、めっちゃ味するんやけどね、4回目も。私、千利休さん好きやけ。好きになったけ真似して飲んどる。だけ兄貴豊臣秀吉なんよ。千利休さんをさ切腹させたからひどいよね。信長がさ千利休をさ茶坊主にさやっとったんやけど、信長が倒された後もさそのまま千利休さんがさ茶坊主になったんよ、豊臣秀吉も。でなんか豊臣秀吉はなんか豊臣秀吉にさへりくだらん千利休が気に入らんかったのかな。なんか私が読んだ本では千利休が豊臣秀吉がさ金の茶室を作ったから千利休はさそのお茶を4回飲んで甘味を楽しむような人やから、そういうのはさあんま好きじゃないやって。でちょっと軽蔑しとったんよ、豊臣秀吉のことで。その軽蔑しとったのが嫌になって切腹させたらしいよ。一説やけどね、これはね、一説。さっきよりだいぶ楽になった。これ熱を測ってみよう。下がっとるやろ。私この体温計好き。測りやすい。お全然8やった。しんどいわ。まあまあでもね、熱がさ出るってことはさ体が健康でさ風邪菌と戦っとるってことやから、頑張れ頑張れ私の体、ファイトファイト。まあでもこんだけさ動けるんよ、私動けるし食べれるんよ。これはもう健康そのものですかな。まあでも疲れも出たかな。ずっと引きこもりでさ、大阪帰ってめっちゃ歩いたりさ、駅ですっごい何時間も待ったから9時間待ってないけど6時間とかかな。多分そうやね。夜体力落ちとったんやろね。ねえ、私さ、あったかいものを食べたらむっちゃさ、ズキッとしみらさ、知覚過敏の歯が1本あったんやけど、治った。歯医者行かんでも。こういうのってあれかね、自分の体調が関係してるのかね、知覚過敏って。なんかこれオーソドックスに美味しいね。下がってじゃん。こんなさ、短い時間の中で上がったり下がったり。オイプラしよう、オイプラ。オイナンプラー、略してオイプラ。美味しい。ナンプラーの味だけで美味しい。アレンジしたけど結局めんつゆが美味しいからも一番やっぱ昔から食べとる慣れ親しんだ味なんやろね。前もこればっかり食べとっても飽きるやろうけどね。たまにはアレンジもいいと思う。もう今日はねしんどすぎてね、ちょっと休憩入れながら食べてます。時間がねもう今の時点で8時間です。まあこんな日もあります。ちょっと分量の間違えましたね。まあでも通常の元気さだったら食べれたのかな。あ、でもだいぶちょっと休んだら楽になった。でもマジで全然美味しいわ。ちょっと置いとっても。特にイブの糸。長い道
のにやったけど、ここまで来ました。最後の一塊です。暑いか。足が熱い。自分でもやっぱり熱いの分かる。最後の麺です。完食です。ごちそうさまでした。熱測ってみよう。下がってるから。そうめんね、いろんな食べ方で5種類もあってすごい美味しかったです。もう出た。着実に下がっています。まあね、ご飯食べるとさ、体温ってちょっと上がるけどね、実際はもう微熱ぐらいしかないんじゃないですか。まあ私が一番好きなのはフォー風そうめんやったね。あったかいものは好きだな。まあ冷たいのも美味しいけどね。まあ今日とかはちょっと体調もあったかもしれん。でもやっぱり一番美味しいのはめんつゆ、わさび。そうめんってさ、いいよね。いろんなことに使えるよね。皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レジータンのスマイル。バイバーイ。本日の体重です。なんか風邪ひいたよ、もう夏風邪。でもね、スマホがなかったら53キロ台ですね。まあでもちょっとだけ減りました。54キロです。